ホンダ NSX。ホンダの頂点、心を解放する新世代スーパースポーツ。新時代に向けたホンダの意欲的な挑戦。ホンダが NSX と呼ぶ高性能スポーツカーを正式デビューに先立ち発表したのは、日本がバブル景気に湧き上がっていた1989年の北米シカゴショーのこと。NSX のネーミングはニュースポーツ X、新時代を象徴する究極のスポーツカーのイニシャルから取ったという、いささか拍子抜けするほど単純なものだが、そこもまた旧来のセオリーにこだわらないいかにもホンダらしいところだ。NSX のコンセプトが公表された時、いよいよホンダもフェラーリやポルシェに本気で戦いを挑むことになったと言われたものだが、ホンダとしては1990年代に向けてスポーツカーの新しい世界を開拓することを目標にしていただけのことだった。結果的にフェラーリやポルシェがライバルになったのだが、それは NSX が実際に世界を走り始めてからのことである。ホンダならではの明確なコンセプトの下で開発が進められた NSX は一切の妥協を許さない極めて完成度の高いスポーツカーだった。開放するスポーツという新発想。NSX はカタログの冒頭でこう語りかけた。ホンダが新しいスポーツカー像として NSX に求めた考え方が開放するスポーツである。NSX はオールアルミニウムボディの採用によって圧倒的な軽量化を達成。この思い切った発想から生まれたパフォーマンスコンセプトによって高度な運動性能を実現。それを主軸にしながら、さらにドライビングを開放する2つの軸を定義した。一つは様々な路面状況、ドライ、雨、雪、風への適応力を持ち、人間の能力の及ばない領域でのドライバビリティをバックアップするドライビングフィールドの開放。もう一つは、あくまで人間が主人公であるという前提に立ちながら、走行中のストレスを軽減することで、ドライバーの持てる力を十分に発揮できるようにするドライバーの開放だった。この開放するスポーツのコンセプトこそ NSX の新しさの源泉だった。NSX はフェラーリやポルシェとは違う価値観でピュアスポーツを作り上げたのである。徹底した軽量化と高回転パワー。NSX は軽量化のためにアルミニウム素材を多用する。ボディのアウターパネル、外皮はもちろんのこと、エンジン部分は言うに及ばず、シャシーやサスペンションアームなど、車全体の約 90% がアルミ製となっていた。車両重量は1350から 1390kg と、この種の高性能スポーツカーとしては相当に軽量な範囲にある。各種の衝突安全のための装備や快適装備を含んでの重量なのだから、軽量化は十分に果たしている。ホンダは栃木県高根沢に NSX 生産のための新工場を建設した。つまり、それほど一般的な量産車とは隔絶したモデルだったわけである。理想の実現のため、生産コストなど度外視したモデルだったことがわかる。ドライバーの背後に横置き搭載する NSX の心臓 C30A 型、V 型6気筒 DOHC24 バルブ、VTEC ユニットは生粋のスポーツ心臓だった。最高出力 280PS、MT は当時の自然吸気エンジンの究極を実現していた。10.2 の高圧縮比、ボア 90mm、ストローク 78mm のショートストローク設計に加え、完成マス及びクランクシャフトメタル負荷を低減する超軽量チタンコンロッド、高回転時のバルブ追従性を高めるステム系 5.5mm の細軸バルブ。さらにはニッケルクロムモリブデンコを使用したカムシャフト、F1 エンジンレベル並みに精度を上げたクランクシャフトなど少量生産のスポーツカーのみに許された贅沢なアイテムが各所に使われ、ハイパフォーマンスを達成した。C30A 型はホンダの高回転テクノロジーを余すことなく投入した一品だった。
1990年2月、衝撃のデビュー。NSX は1990年2月、市販モデルが正式デビューする。全アルミニウム製のフルモノコック構造のボディは全長 4430mm、全幅 1810mm、全高 1170mm、ホイールベース 2530mm で長く、幅広く、そして低い。スタイリングは、ホンダ、社内スタッフによるものだというが、垂直に立ち落とされ、スポイラーと一体となっているテールエンドの造形や、リトラクタブル式ヘッドライトと、グリルレスのフロント周りの処理、また、ボディサイドにセットされたエアインテークのアレンジなどに、イタリアンカロッツェリやピニンファリーナの影響が随所に見られる。ただし、ピニンファリーナ自身は NSX のスタイリングに具体的に関与したことは公表していない。インテリアは2名の大人と多少の手回り品のためには十分すぎるスペースを持っていた。一般的によくあるスパルタンなスポーツカー的な雰囲気は全く感じられず、高級セダンのそれに準じたクオリティの高さを持っていた。サイドウィンドウの開閉やドアロックなどはパワー作動であり、フルオートエアコンディショナー、電動パワーシート、本革張りの内装、坊主車製、サウンドシステム、クルーズコントロールなどが標準装備となっていた。価格は5速 MT で800万3000円、4速 AT で860万3000円。当時、国産車中で最も高価なスポーツカーであった。タイプ R が目指したドライバーの効用。1992年11月にタイプ R が追加される。タイプ R はストリートカーのしつけをわきまえながら、ひとたびサーキットに躍り出れば、レーシングマシーンに変身した。相応のテクニックを持つ、一握りのドライバーたちだけのために、あつらえられた、究極の NSX だった。目指したのは、ドライバーの効用。スポーツカーを、ドライバーを刺激し、非日常的な世界に誘う手段と定義し、陶酔のパフォーマンスを追求していた。そのために開発陣が実施したのは、精妙なチューンの積み重ね。中でも徹底した軽量化は見事だった。走りに不要なアイテムを潔く排除し、残されたパーツについてもグラム単位の重量減を実施。トータルで実に 120kg に及ぶ軽量化を実現したのだ。パワーウェイトレシオは標準仕様の 4.82kg、PS から 4.39kg、PS に低下する。これはパワー換算で 27.5PS ものパワーアップに相当した。タイプ R の走りは超刺激的だった。軽量化を中心とする開発陣の熱意は感動、興奮を生み、ドライバーを紅葉の世界へと誘った。価格は970万7000円だった。モデルライフは15年、総生産台数18,738台。NSX は、その後、幾度かの改良を加えながら、モデルチェンジをすることなく、2005年7月まで作り続けられた。ライフスパンは15年に及び、国産スポーツカーとしては異例の長寿車となった。生産中止の主な理由は、厳しさを増す排気ガス浄化規制への対応が難しくなったことだった。モデルライフ中の目立った進化は、1992年11月のタイプ R の追加と2002年5月の大幅改良。エンジン排気量は拡大され、前後のデザインを変更し、ヘッドライトは透明なプラスチックカバーで覆った固定型となった。2004年4月に、それまでの栃木工場に変えて、三重県鈴鹿市に工場を移転。車両のメインテナンスとサービスを行う体制を築いた。特徴的なことは、時間の経た車を工場で診断し、必要なメインテナンスとリフレッシュを行うことができることである。アルミニウムという特殊な素材を使ったボディの補修やエンジン、電気系などの維持にはありがたいシステムだった。NSX の1990年から2005年までに生産された総計は 18,738 台と言われ、国内には7500台ほどが販売された。
日本初の本格的なスーパースポーツカーとして NSX が果たした役割は決して小さくはない。今日でも日本だけで5000台以上が現役で走り回っているという。1963年に登場した S500 に始まるホンダのスポーツカースピリットは NSX の中にも脈々と受け継がれていた。日本が世界に誇ることのできる数少ない名車である。